たりんご鍋です。ありがとうございます。だから米子さんがやんないから肉酒とかもあるんで。青森の名物みたいなのがやっぱここにしかないからやっぱり何回も来ちゃって、まあ、毎回予約してますよね。本当美味しいですよ。マジでうまいです。まあお酒もそうですし、まあ、野菜とかお肉とかそういうのを含めて全体で8割から9割はもう青森のものを使ってますね。食材自体が子が持ってる味とかがものすごい美味しいんで、そのままできるだけ原型に近く出して、あ、リンゴの花って料理が美味しいねって言うんじゃなくて食材が美味しいねって思ってほしいんです。失礼します。豚肉と野菜を入れたらいいです。香りがすごいです。麺の香りが便利だ。うちの店に入ってきて知ってもらって食べて美味しいねってなった時に、今度青森行ってみたいよねって興味持ってもらって行ってもらうっていうところまでをうちでゴールにしてる。食材とかお酒とか青森にこういうものがありますよっていうのが伝わるように、そういう生産者の方の顔が見えるような感じで、それは意識してますね。はい、長いです。十和田市のなんですね。この2つが青森県の大鰐町で、ごぼうとかほうれん草とか青菜はこれは十和田市です、はい、にんにくもこれも青森なんですけど、あとりんごか、これは紅玉ですね。美味しさの特徴っていうのはやっぱりその青森はまあ、北にあるっていうのもあるんですけど、寒暖の差が激しいんですよね。夜寒くなるんですよね。で日中はまあ暖かい。その気温差っていうのは野菜とかも生きてますから、その自分が寒い時に一生懸命自分でエネルギーを循環させるんですよね。でそれが甘くなる仕組みなんですよ。美味しくなる仕組みでもあるんですね。はい、もう例えばこの椎茸に漬け込んで、この椎茸の隙間からその調味料のエキスが入ってしまうと、もうこれ本来の味が味わえないじゃないですか。だからもうなるべくもうギリギリ何もしないで、そうすると食べた時にその椎茸の本当の美味しさっていうのも伝わりますし。青天の霹靂、もうこれは結構有名ですね。青森県の中でも本当1、2を争うお米で、さっぱりとしてすごい美味しいんです。まあお米のランクがあって、特 A 米っていう一番最高ランクのやつをずっと長年取ってたんですけど、味は評価高いですね。はい、これは八戸万雪サバの冷燻といって、サバを生ハムのように作ってるんですけど、本当にね、サバじゃないみたいって言われます。本当生ハムに近いような食感なんで、で表面を炙って、でまあ燻製の香りもついてるって感じですね。だから日本酒にすごい合いますよ。もともと八戸ってサバの取れる北限って言われてるぐらい寒い海域ですから、脂が乗ってるわけですよ。まあ刺身でも食べれるんですけど、ちょっとしつこいんです脂が。で八戸のスーパーとかに行くと、しめ鯖のメーカーがなんとかなんとか水産なんとか水産なんとか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 って、もうしめ鯖がぐわーっとこの辺まであるんですよ。もう価格競争になっちゃうから、取引先が肉屋で生ハム作ってた職人さんをヘッドハンティングしてきて、うちの鯖で生ハム作ってくれって言って3年かかってできたのがこの商品なんですよ。ちょっとこれを広めたいなと思って、もうどんどん定番でずっと置いてますね。はい、これがイカの足とか耳ですね。これは粗みじん切りにしたやつです。でこっちは胴体と卵を味付けしてミキサーにかけて、野菜は人参とキャベツと玉ねぎですね。まず
もともと弘前って内陸なんでイカが昔は貴重だったんですよ。で残った頭と足の部分どうしようかって言って、でおばあちゃんが余った野菜冷蔵庫から出して包丁でトン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 叩いてフライパンで焼いたり油で揚げたりして余すとこなく食べたっていうのが始まりの家庭料理です。うちはその胴体の部分もミキサーで、向こうのイガメンチよりも若干食べた感じが食感がふわっとするようなのを作ろうと思って、今から青森型で青森の型を抜きます。青森型の型ってあるんですね。ないんですよ。特注で作りました。かっぱ橋商店街を端から端まで全店行ったんですけど、なくて、だから一時髪型とかも青森型にしたことあるんですよ。これと同じ型に髪型も単発で。最近はちょっとやめましたけど、もう本当ね青森県民、唯一青森県民じゃないのは戸籍が向こうにないのと、あともう本当それぐらいですね。はい。あ、そうなんだ。八戸マヨネサバそうなんですよ。燻製なので味はついてますそのままで。でこれがほらケーキの形。これうまいのよ。僕これ初めてですわ。いただきます。うまいですね。マジでうまいですね。美味しい。やっちゃう。すいません。わけわかんないの。南部せんべいはクルトンの代わりに。あ、そうなんだ。南部せんべいなんだ。スプーンで形作って、でそれで油に。ねぶた漬けっていうめちゃくちゃうまいやつねぶた漬け醤油漬けなので結構味濃いめになってるので、日本酒は大体何でも北海道の松前漬けみたいな。これはね名物なんでね、切り込みニシンの切り込みで一応物としてはニシンを細かく刻んで麹で発酵させたものなんですけど、ニシンのうまみと米のうまみと塩辛い味が入り混じった感じですかね冬どうしても雪が降るので、昔はその時期何も食べるものが取れなかったっていうのがあって、塩漬けにしたりとか、あとは乾燥させたりとかで日持ちさせるっていうのがやっぱりそういう食材が多いんですよ。塩辛い系のちびちび食べながらお酒を飲むみたいな感じで。ちょうど今ここに並んでるこの3つなんですけど、一応銘柄として有名なのは伝州と宝杯と陸奥八仙ですね。青森のお酒全般にそうなんですけど、あんまりこう味が甘すぎるとかっていうのがなくて、比較的どれでも合います。ありがとうございます。そうっすよ。練酒と八仙が青森よりやばいです。プレミアムついてフルーティーなんですよ。すっげえ。練酒やばいですよね。基本的にはなるべく同じ市だったり地域の料理に同じ地域のお酒みたいな感じでおすすめすることが多くて、あと魚だと沿岸部の酒蔵さんのお酒がやっぱり合いやすいとか、そういう傾向はあるので、その中からお客様の好みとかちょっと聞いておすすめしてますね。もう作ってないお酒がこの霊峰というのは
イベントをやるときにちょっと取り寄せたんですけど、弘前の酒蔵さんが作ってるお酒で生産は今後されないかもと言われて、無理やり酒屋さんにある在庫を去年とか作ったのを送っていただいたみたいな。みんな若者が入ってる味噌あれやったんですけど、かやき味噌は3つ。3つで使ってるホタテは平内町のホタテを使ってるんですけど、平内町っていうのはホタテの養殖を日本で初めてやったところなんですよ。貝焼き味噌っていうのはそのホタテの貝殻を鍋代わりにして下から火を焚いて上で料理完成させるっていうで、味噌と長ネギとで卵っていうシンプルなものなんですけど、東京で貝焼き味噌っていうと貝ってつくのに貝入ってないじゃないかって言ってすごい最初クレームが来たんですよ。だからしょうがないなと思ってホタテの貝柱刻んで入れるようにしたんですね。で青森の人が食べるとこれちょっと贅沢じゃないかって言われる。もちろんこの貝は天然の貝殻なので下から火を焚いてその水がブクブクブクってなるだけでもその出汁が出てくるんですよ。もうこれ10年ぐらい使ってるんですけど多分未だに出てくるんですよ。だから食洗機とかそういうのはもう一切使わないですよ。専用のたわしでです。もうお湯でたわしで一生懸命きれいにやって。かやき味噌。これ美味しいこれも3つ出ます。はい。ちょっとびっくりしましたサイズ大きいんで大味なのかなと思いきや割とこうしっかりこうなんか繊細というか貝の味が出汁がしっかり出てるっていう感じで美味しい。これうまいっすよマジで。ほんとシンプルな具材なんだけど栄養価が高いじゃないですか。味噌と卵と白ネギをふつふつさせて食べるっていうので、昔はこの貝殻を嫁入り道具としてお母さんが娘に持たせてたんですよ。決して武田久美子のこれじゃないんですよ本当に。ニンニクは十和田産です。熱いので少し置いてから皮むいて、これは津軽海峡のお塩ですね。お好みでつけて皮出ます。風邪治るよ。足りなければニンニク酒とかもあるんで。つけてるやつ。はい。バラ焼きとね。バラ焼きと馬刺しでいいですか。はいありがとうございます。十和田バラ焼きのタレ。牛のバラ肉と玉ねぎを甘辛いタレで炒めるっていうシンプルな料理なんですけど、普通は蓋しないんですよ。玉ねぎと肉を袋に入れてタレ入れて湯沸いてつけとくんですよ。でもそれをやってるとロスの問題とかいろいろあるんで、うちはちょっと蒸すような感じで途中からガーッと炒める。いろいろ細かいルールとかがあって、例えば玉ねぎはこういうふうに切りましょうとか、肉と玉ねぎの量は何対何でやるとか、そういうのはあるんですけど、それに全部こだわってしまうともうそれも大変なんで、うち的にはちょっとアレンジをしてます。ただ現地で食べたのと味的には遜色がないような仕上がりにはしてます。ありがとうございます。はい、わかりました。もともとは三沢のアメリカの基地があるじゃないですか。アメリカ人は牛肉大好きですから牛肉食べるんですけど、サーロインってヒレしか食べないんですよ。でバラ肉は食べないって言って払い下げになった。で払い下げになった時にたまたまその在日韓国人の方が住んでて、牛肉のバラ肉だったら玉ねぎと一緒にプルコギみたいに食べたらいいよって言われて、で美味しい美味しいって広まって、三沢でもお店がどんどん真似してやるようになって家庭にも広まっていって、でそれが昔は三沢と十和田って東鉄って電車がつながってて、でそれで文化がどんどん十和田の方にも行ってバラ焼きがどんどん広まっていって、バラ焼きっつったら青森の十和田の料理だよねぐらいまでだいぶ有名になりまして、馬刺しはすごい人気です。もう評判ですよ。多分召し上がった方は大体もうリピーターになるぐらい。何も使ってっていう感じなので。
本当リンゴかじったそのままの味です。あ、はい、すいません。あんばさしだ。生産量1が熊本、生産量1が熊本で2番が今は福島で3番目が青森なんですよ。もうこれはもうすごい美味しいんですよ。熊本の人が食べてこれも美味しいって言ってみんな喜んでます。青森県っていうと三方海に囲まれてるんで、もう絶対海の幸だってみんな思うじゃないですか。ですけど本当は青森は畜産王国でもあるんだっていうところを、ちょっと肉も美味しいんだよっていうところをアピールしていけたらなとは思ってますけどね。いろいろ生産はされてて、もう美味しいものがたくさんありますね。はい。名前か。大体青森の高校ありますね。なんか皆さんいろいろですね。当時の思い出とか、あと今何やってますみたいな感じとか、そんなことを書いてます。焼肉のタレって言ったらもういいシャリなんですね。唯一青森県だけがシェア1位取れないのが青森県ですね。なぜかって言ったらこのもう青森が誇る源タレがあるから。失礼します。豚肉と野菜の源タレ。香りがすごいです。の香り美味しそうですね。香り源タレだから源タレ。攻めてますね。甘みや香りも攻めてますね。豚が美味しい。やっぱり青森の方が来るともうこれを見てめちゃテンション上がるのでなんかそれで起き始めたという感じですね。つけだれみたいな馬刺しにつけたりとかしても美味しいんですよ。青森だと冷ややっこにかけたりとか、ご飯にもうそのままかけて食べたりとか、もうそれぐらいな感じのタレなので、何でもお好きにどうぞぐらいな感じで。こんなに沈殿してるんで野菜とかが。でこれ全部国産野菜なんですよ。だからこれを振らないでずっと使い続けると最後ドロッとした感じのタレになるんですけど。だからこそ1本これが定価で490円ぐらいかなするんですけど、それでも全然安いですよ。本当前食品メーカーだった食品の問屋だったんで分かりますけど、もう国産オール国産で、なおかつ醤油が原材料が大豆小麦国産でって言って、このタレが500円以下っていうのはもうありえないですねっていうタレを使って源タレ炒めとか長芋のバターソテーとか。長芋のバターソテーとかここで作ってて、その香りがそ
外に溢れたりすると注文が入ったりする時もあります。それカウンターに座ってる人が「今の何作ったの?」って言ったら「あ、長芋と原タレ渡せてです」「ああ、じゃあ私もちょうだい」とか言って。鍋です。豚リンゴ鍋の真骨頂ですね。もともと青森で豚リンゴ鍋っていうのはないんですよ。いろんな鍋をうちの店でやっていくうちに、なんか豚肉の鍋やりたいけど、なんかちょっと特徴が欲しいよねって言って、ちょっとリンゴをきれいに飾ったらどうかなみたいな、見た目がいいんじゃないのみたいな感じでやり始めたんですよ。はい。豚リンゴ鍋でございます。リンゴはそのままでも大丈夫なので、お好みの加減で召し上がりください。迷いますね。もともと豚肉も十和田ガーリックポークっていうすごいニンニクを餌に食べて育った脂身がすごい甘い豚肉なんです。だからそれを使ってるんで、もともと甘くて美味しいんですよ。ありあり。意外と親和性が高いリンゴ。めちゃめちゃ上手。リンゴサワー。あとリンゴサワーの富士をお願いします。友達と会えてそっちの方じゃなくラーメンとかさ、あと寿司屋なんかとかさ、食堂みたいのがあって、でそこに行ってさ食べて、で久しぶりに品種ごとに味が違うんですよ。で、王林と富士と五所川原っていう品種なんですけど、こっちが甘めでだんだんすっきりという感じで、炭酸とか焼酎で割ってサワーとかビールで割ってビールカクテルとか。甘い。バランスいい。比べると分かる。ちょっと飲んでから多いの。ああ、そうやね。せやね。言ってた。あやっぱリンゴ美味しいんだね。そうなんだ。いろいろ店名すごい候補を出して考えたんですけど、青森の県の花がリンゴの花っていうのを知って、で花言葉調べたんですよ。そしたら選択と評判っていうのが出てきて、お店を選択してもらって、で評判がいい、青森の評判が良くなるようなお店になるといいなみたいな、そういうなんか思いがちょっと入るかなっていうので、リンゴの花っていう名前にしました。一応ここ14年ぐらい前に始めたんですけど、その時まだ青森だけのものでやってるお店ってあんまりなくて、はい。で、その食だけじゃなくていろいろありますよいいところがあるっていうのを知っていただきたいなっていう思いを込めて PR というふうにつけました。そうなんですね。はい。もう本当は筋子は手でちぎらないと粒を断ち切っちゃうとその分汁が出ちゃうんで。いや、筋子と納豆って一緒には食べないよっていう人も結構いるんですけど、食べてみなさいよって食べてもらうと、もうこんなの早く知っとけばよかったっていうお客さんも多いですね。なん
か納豆に贅沢な塩分がかかってるみたいな感じですね。だから全部こううまくまとまってそれがさらにご飯にまとわりついて美味しくなるみたいな相乗効果でご飯の甘みと筋子の塩分が絡み合ってより美味しくなる。この間あれ送ったっけな。お店オープンしてから弘前に遊びに行った時に弘前の友人と飲んでて、こんな食べ方こういうさんだけど知ってるって教えてもらったんですよ。ちょっと試してみるねって言って翌朝ご飯に筋子と納豆食べたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。もう店に戻ってきてからおかみに話して、もうこれ筋子納豆美味しいから広めようって言って、でもただお店にメニューやっても広まんないから日本筋子納豆協会って協会立ち上げようって、俺会長になるからって言って会長になって、もうそこでもうどんどん紹介して。濃いっす。若かりし時も濃い。ソース焼きそばを作ってからそばつゆを後からかけた面白これ初めて食べる。黒石のだもんね。こうやって考えたらね。ねえ、だしも効いてて。でもソース味の。ちゃんとね。これが面白い。お蕎麦の和風のお蕎麦のおつゆの中に炒めた焼きそばが入ってる。だから食べた感じはお蕎麦かなと思ってこうやって口に持ってくんだけど、食べてると焼きそばでスープ飲むとお蕎麦っていう感じですね。で黒石って焼きそばの町で昔その駄菓子屋さんで売ってたらしいんですよね。でいろんな諸説あるんですけど、子供たちが駄菓子で買いに来るともう作り置きだから冷たいじゃないですか。あったかくしてあげようと思って中華スープをかけたっていうのが始まりっていう説もあるし、その日本そばのおつゆが普通なんですけど、場所によっては中華スープラーメンのスープで焼きそばを食べれるっていう場所もあります。どっちも美味しいらしいですよ。考えたら天才だわ。すごいですね。俺すごいですね。ここを始める前は冷凍食品の会社に就職したんですけど、そこで店長もいたという感じで、店長は青森に仕事で毎月通ってたので、私青森出身なので結構青森にいいものいろいろあるよねみたいな話で盛り上がって、で私は私で、企画開発なので全国気仙沼とか山口とか九州とかその土地のものを食べたりとか見たりとかする機会が結構あったんですけど、それで青森と全然違うなっていうのを感じたのと、あと逆に青森のものが知られてないなっていうのがすごいあって、その外を見てその青森の良さを知るみたいな、その中でもっと青森の美味しいものを知ってもらいたいなみたいな気持ちがちょっと湧き上がってきたという。青森ってリンゴとニンニクしか知らなかったんですよ。長芋も北海道と1位にいつも争ってて、ごぼうは生産量1位で、イカの水揚げが1位、サバの水揚げが1位、カシスの生産量1位とか、1位のものたくさんあるな。もちろんリンゴは1位ですし、ニンニクも1位なんですけど、これは食品やってる自分たちでも知らないのに、一般の人多分もうリンゴかニンニクしか知らないなと思って、これはいかんって始めたんですよ。もっと知ってもらおう。バイヤーさん、どのバイヤーさんもみんないい人なんですよ。情に熱くて、人から入って食べ物も美味しくて、お酒も美味しくて、観光地もいいし、もう青森だらけですね。あと青森結構地域によって全然食文化が違うので、ここで初めて違う地方のその食べ物を食べたっていう方も結構いらっしゃるので、そういう意味では青森全体の食がすごい多種多様なものがありますよっていうのをずっと発信し続けて、あと最終的には行ったことない方が興味持ってもらって青森に行っていただいて、地元の食とか人とかに触れていただける機会が増えるといいなというところですね。
この味付けがめっちゃ日本酒に合うんで、めっちゃお酒進むなみたいな。地元で食べても美味しいじゃないですか。それを東京の家の近くでも食べられるので。山形の特徴って四季が濃いじゃないですか。だから春夏秋冬なんか季節のものを出しやすいし、肉もあるし米もあるしそばもあるし、あと日本酒が美味しい。もう調味料から野菜、海産物、米、ほぼほぼ山形から取り寄せて使ってます。食材自体がやっぱうまいんですよ。そうするとその変に手加えるとその良さが失われちゃうんで、なるべくはこう足し算より引き算の料理にしたいなっていうのはありますよ、自分の思想の中では。今やってるのが営業の芋煮の仕込み。芋煮は山形の郷土料理なんですけど、新里芋が秋に収穫あるんですけど、その収穫祭がもともと始まりで、今はもう山形の人のバーベキューみたいなノリでやるんですよ。みんなでこう河原で大きい鍋で仕込んで、みんなでつっついてお酒飲んでっていうのにその時に食べるもので、多分収穫祭がスタートだって知らない人が多いかもしれない。味付けは2パターンなんですけど、醤油味と味噌味ってあって、内陸の人は醤油味で牛肉使うのが多いんですよ。が結構メジャーで、庄内地方行くと味噌味で豚肉使うところが多いです。ここは醤油と牛肉は内陸風で一緒なんですけど、こんにゃくとごぼうときのこを入れます。あとはちょっと締めにカレーうどんやったりするので、ちょっと出汁をその分多めにして仕込んでます。でもやっぱ家庭料理に近いので、その地域で入るものは変わります。きのこは好みで、大体しめじとかが入るのが多いですけど。これコースのそれの焼き物、これは庄内鴨っていう鴨なんですよ。少ないんですけど、庄内でね飼育してるところとか、あと最上も飼育してるところありますね。合鴨ですけどね。これも山形の。そうです。こちらはね鶴岡の羽黒町っていうところがあって、源助っていうブランドでやってるそこのお米になります。もうマラノもお米めちゃくちゃファン多いので、店で食べて自宅に欲しいって言われて、で紹介して自宅で取られてるお客さんも多いです。だしはですね、あらかじめ下味をつけたものがあって、基本夏野菜、それをこう刻んで、醤油で単純に和えただけなんですけど、家々によってはがごめ昆布っていうちょっと粉末状になっている昆布入れたりとか、あとオクラ入れたりとか、生姜入れたり、あと山菜の時期だったら水を入れたりとか、その時期でちょっと変わる。基本的には夏が山形暑いので、その食欲がない時に食べる料理として山形では根付いてる。これはもう山形のこの時期取れる有名な鶴紫。ぬめりが強くて、甘みもあって、で程よいこう苦味というか香りかながあるので、好きな方多いですね。歯ごたえもあるんですよ。ちょっとシャキッとして。これは山形県の東根というところがよく名産で作ってる焼き風ですね。それを出汁で炊いてます。
でこれ冷やして先ほどのつるむらさきと一緒に合わせておひたしとして出します。これも漢字のきゅうりっていう最上地方の冷凍野菜で黄緑色の状態のきゅうり、これを煮て冷製のあんかけにして出します。冷たい煮物ですよ。すぐこう出せる料理のアラカルトの中にこうジャンルがあるんですけど、そこの料理を 7,8 種類ぐらいいつもあるんですけど、でそこからまあ3品ぐらい盛り合わせて出してるんですよ。これが冬ぐらいになると生鮮がなくなるんで、まあ、乾物だったりとそういうのが出てきます。これね、唐揚げの下味ですね。山形の最上鶏っていう、まあ、ブロイラー種なんですけど、唐揚げで使ってる鶏で、あらかじめこうやって山形醤油でなじましといて、で揚げてるんですけど、下処理ですね。いいよね、山形料理屋だからさ、まかない美味しくていいよね。米も美味しいしね。うちのカレー屋もやってるんですけど、まかないやっぱカレーになっちゃうんですからね。ああ、まあまあ。山形料理でよかったね。せっかくご来店いただいたので、一応なかなか出た一番最初にもう14代をお番台にあって出させていただきます。14代はですね、まあ、もうみんなビッグネームなんで知ってる方多いと思うんですけど、うちでもまあ月に3本ぐらいしか入ってこないですね。山形県でも3番目に多い生産量を誇っている蔵なんですけど、もう取引先が大体決まっちゃってて、新しく手に入れることはちょっと難しいですね。だからあんまりこう身近じゃないというか、飲んだことない人も多いですね。美味しいね。なかなか飲まないと最高です。フルーティーですね。フルーティー。めっちゃ余韻がすごい。いや、14代はなかなか手に入らないんで、びっくりしてます。最初に出てきて、口当たりも良くて、スキッとして、美味しいですね。なんか綺麗なお酒ですね、やっぱ14代。里芋大好きなのでこの味付けがめっちゃ日本酒に合うんで、めっちゃお酒進むなみたいなのがあります。いただきます。醤油が丸くなって飲みやすいというか、なんかすごい温かみありますね。たくさん刺しさ2枚だし豆腐に塩水5です。はい。
塩むすびはですね、やっぱお米、うちのお米のファン多いんですよ。シンプルにもう塩むすびで食べたいっていう人多くて。もう太陽ごちそうですよ。はい、ありがとうございます。私はストーチーズ。失礼いたします。完璧にワンメニュー。これですね。山形の馬刺し。こだわったように。ありがとうございます。山形の馬刺しは長井とか白鷹っていう町があるんですけど、そこら辺がメインでよく食べますね。山形県全域では食べているものではないです。熊本の馬刺しとはまた違って、霜降りじゃないです。赤身がメインです。山形の冷たい肉そばって河北町が発祥であるんですけど、ルーツ的には蕎麦屋さんで馬刺し食べてた人が馬の肉をそばに乗せて食べたところから始まったっていうのは一つの諸説である。馬刺しはすごく本当に美味しかったですね。山形牛も結構ランクが結構幅広くあって使いやすいんですよね。グレードの高いやつもありますし、ちょっと安めの安価なところから使えるんで、居酒屋さんとかには使いやすいと思います。いやもう本当になんか近寄らないでほしい。すぐ行く寿司屋。それではお客様、続いてのお食事です。庄内鴨あとオクラ。嘘くせえ。それ本当かが状況。バナナもいいですね。一番最高です。新しいが。なんかこう鴨の旨味が日本酒と一緒に合う。なんかベアリングでどんどんこう日本酒が提案されるんで、それと食べ物とそれがもうあって。僕ワイン好きなんですけど、日本酒の方が好きになっちゃうんじゃないか。5番さんお食事、小町様の客しそば店ゼラチェ豆で焼き、馬刺しのハーフです。玉こんにゃくは玉状になっているこんにゃくをスルメとあと昆布で山と醤油でちょっとじっくり 2,3 時間炊くんですけど、こんにゃく自体、白いこんにゃく自体を空炒りして周りに火通すと味が入りやすくなる。そこに醤油入れて煮詰める、煮絡めるみたいなのがそうやって作るところも多いです。うちはもう3時間ぐらいコトコト出し、こんにゃくのつゆで炊いて、で中までもう醤油が染み渡るぐらい入れちゃってゆっくり煮てますよね。玉こんにゃくです。玉こんにゃく。はい。小松の天ぷら。
はい。これいつも毎回食べてる、お気に入りの味噌巻き。なんか中に味噌みたいなのが入ってて、ちょっと辛いのでお酒に合います。なるほど。もう全部日本酒と合うんで、日本とりあえず日本酒飲む。だだちゃ豆は山形県の鶴岡の名産で、もともとのルーツは新潟の茶豆が山形県に伝わって、で山形県で品種改良されて今に至る。一番なんかその中でも上級って呼ばれてる、白山地区っていう地区があるんですよ。そこは品質を保つために生産していい農家さん決められてます。誰でも作れないですね、そこの地区は。オートバイに乗るのでよく山形をまで行ったりとか東北をぐるっと回ったりとかして、つい先週ぐらいも山形合算回ってきたりとかして、地元で食べても美味しいじゃないですか。それを東京家の近くでも食べられるので、茹でか焼きか迷ったけれども焼きにして正解だったなと思いつつも、多分茹でにしても正解だったなと思うんだろうなと。たくさんお食事、玉こんに板そばに追加つゆ1です。山形代表的なそば粉って最上早生とか出羽香織っていうその最上早生のなんか大粒のものだけが取れるように品種改良したやつなんですけど、その辺がメジャーで、そのそば粉を山形の方で製麺してもらって生麺のまま直送してもらってます。田舎そばってちょっとボソボソして太いのが多いんですけど、居酒屋の締めに出してるんでちょっと喉越しのいいタイプのものに変えてますね、配合の方とかは。そばつゆとかはね自分の店舗で仕込んでるんで。へきそばとちょっと違ってみずみずしくて美味しかったです。2009年に社長と僕で2人で始めたんですけど、最初はもう山形料理とかじゃなくてね、2人でなんか高円寺に出すからね、高円寺っぽいことやろうみたいな感じでいろいろ考えたんですよ。高円寺カクテルとかことごとく失敗しちゃって売りを見つけようと思って話し合ったんですよ、社長と。そしたらルーツが2人とも
山形ってこと分かって、社長は山形生まれ山形育ちだし、私も父親とかおじいちゃん山形出身だから、だったら山形料理で行こうみたいな感じで山形料理の店出したんですよ。結局山形料理が一番評判が良かったんで、これ山形料理行こうと思ってちょっと軌道になってきたんですよね。山形料理って実は居酒屋にめちゃめちゃ向いてて、山形の特徴って四季が濃いじゃないですか。だから春夏秋冬、なんか季節のもの出しやすいし、肉もあるし米もあるしそばもあるし、あと日本酒が美味しいっていう、もう山形料理屋もザ居酒屋ができますんで、もう相性良かったです。マラって実は古い言葉でサンスクリット語でマーラって言って煩悩って意味なんですよ。カルマって対義語でね、真面目に悟りを開くのとは全く逆で、悟りを邪魔するものをマラじゃないですか。でもよく考えたら居酒屋って全部マラだなと思って、要は楽しい時間も美味しい食事も全部マラなんですよ。なんか余計な回り道とか楽しい娯楽って全部マラなんですよ。高円寺で住んでて、この回り道にこそ楽しいものがあるとか、余計なことこそ楽しいとか、居酒屋なんか煩悩を言ってますからね。煩悩こそやっぱ人生において楽しいことだと思ってますけどね。原点はおばあちゃんですかね。僕でも料理の世界入ったのが19からなんですけど、その時は京料理を学んだんですよ。なんで味付けのベースはなんか京料理に寄せて出来上がったんですけど、山形の味をこうミックスして今に至る感じなので、山形というベースは子供の頃はやっぱおばあちゃんですかね。なんか食材自体がやっぱうまいんですよ。そうするとその変に手加えるとその良さが失われちゃうので、なるべくはこう足し算や引き算の料理にしたいなっていうのはあります。自分の思想の中では乾物だったりとか塩蔵品とか、山形結構技術がすごくて、で大体おじいちゃんおばあちゃんとかみんなできるし、でも若い子たちそれができないんで、それだから受け継いで伝えていくみたいな、そういう知識がねもうなくなってっちゃうのも寂しいので、伝えていきたいし、なんか使って食べてもらって納得してほしい。自治体と一緒に仕事をやったりも今度始まるんですけど、西川町っていう町なんですけど、人口が5000人切りそうで、それこそ深刻な町なんですけど、企画立てて東京で店舗を持ちまして、そこで PR していく、そういったのをきっかけに、地元のいいところをこうプレゼンできて、で、興味持ってもらったら、地元で例えば農業やってみたいとか、山形住んでみたいとか、そういうのにこう結びつけられたらいいですよね。住むまで行かなくても、例えばちょっと遊び行ってみようかなから言ってもいいんですけど、なんかつながっていけばいいですよね。金か。来ました。広島のソウルフード。広島風ではなくて、これが本物のものです。このが一番美味しいですね。最高です。何年前？27年前。もうこれ広島と一緒です。広島に帰った気分になれる。東京で広島お好み焼き知らない人に知ってもらいたい。で、さらに広島の素晴らしさを知ってもらいたいみたいな思いで。外野の席。試合に来てるみたいですね。カープ戦じゃ
がある時のやっぱりお店の一体感と、東京でこんなにカーブ感がすごい見ててないんですよ。やっぱりすごい大切にしてるのが、早朝にこう赴任されてる広島県の方とかがやっぱりいっぱいいらっしゃると思うんですけど、食を通じてそういうお客様の憩いの場になり続けてほしいなって思いはあるんで、そういう思いは今も部下に深い続けてます。炭水化ニンニクお好みイカ天ダブルお願いします。お好み1枚牛すじ煮込みもちり豆腐生してください。お願いします。来てください。あと時間も多分かかります。ありがとうございます。お願いします。はい、こんありがとうございます。はい、こんありがとうございます。はい、こんばんは。ちょっと待ってくださいね。ななみちゃんにそっちの方がいいんじゃないかな。よく今12個いっぺんに焼いても足りてないです。生地はなるべく薄く敷いてちょっとパリッと焼いて、キャベツは一般的な広島のお好み焼き屋さんってだいたい150から 200g ぐらいなんですけど、うちは野菜の甘みを楽しんでほしいんでだいたい 250g ぐらい、250から 300g ぐらい入れちゃう。寒玉っていって、身がしっかりしたものを使ってるんですけども、水分が出づらい品種なんで、しっかりとその旨味が残った状態で焼けるので、広島の細もやし、広島の方はこの細もやしが非常に好きで、水分量が少ない代わりにミネラルが通常のもやしの3倍ぐらい入っているもやしを使用してるんですけど。ありがとうございます。これは広島の尾道から取り寄せてるものなんですけど、伸ばしたイカのことを蒸しイカって言うんですけど、それの天ぷらですね。イカの旨味が広がるんで、お肉の脂身とイカ天の旨味がお米全体に馴染んで、旨味が一層向上されてくる。お店さんによってはトッピングで入れられるところのが多い印象なんですけども、オーナーの思いとして肉玉そばのイカ天入りっていうのが子供の頃から本当はそれが一番美味しいって思ってるんですけど、子供の時ってやっぱお金があんまないんでイカ天を入れられなかったでも東京の方にはやっぱそのイカ天入りの一番美味しいお好み焼きを食べてほしいって思いで、うちのお店では全てイカ天入りのお好み焼きをご用意しています。生麺と蒸し麺のいいところを取り合ったものをブレンドしてマスマン食品さんっていうところにお作りいただいてるんですよね。甘みもしっかりありますし、鉄板で焼いた時に非常に美味しくできる麺です。ありがとうございます。はいよ。来ました。広島のソウルフード。広島風ではなくて、これが本物のお好み焼きです。これでいただくのが一番美味しいです。はい。美味しいですよ。ふるさとを思い出します。このが一番美味しいですね。バブルのお好み焼きは最高です。
あれ以来何年前27年前もうこれ広島と一緒広島の人間はやっぱりこのお店の味っていうのはこのふるさとと同じなんですそう広島に帰った気分になれる最高ですか菊池広島で食べたのと同じぐらいの大瀬良今年防御率1位広島のお店に結構行くんですけど、私がだんだん近所のとこ飽きてきたので、もう飽きたと思ってここに初めて来たんですけど、全部美味しくてまた絶対来るからって。いや、ヒルさんの番主が本気でどうすりゃ今日もカツはカチ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 おーわっしょい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 今日もカツはカチ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 おーいおーいおーいコーネっていう牛の前足の肩バラ肉関東で馴染みないですねよくバラ肉っていう感じでまとめられたんですけど前足の肩バラ肉って希少部位で広島だとよく召し上がられる部位なんです食感がちょっとコリコリって塩だれでさっぱりめに召し上がってもらってます牛すじ煮込みはいはい牛すじ一丁煮込み始めてまだ1日目のものさっき煮込み始めたものなんですけどあともう1日煮込んでから仕上げに特製の柚子ポン酢をかけさせていただいて広島の柚子ポン酢なんですけどもこれはもう創業来のおつまみの人気商品の一つですねあとはこれを使っただし巻き卵とかを刻んで中にだし巻き卵をご用意しています。お待たせしました。いつものやつだ。本当に美味しいです。毎回僕も食べてますけど、はい、だし巻きすぐ出てきます。はい。だし巻きっていうのはすぐになんかちょうだいみたいな感じですぐに何か欲しい時に言う。だし巻きなんかちょうだいみたいな。そう枝豆とか。そうですね。山芋とか。広島の広島のよくお漬物である店は多いんですけど、この炒めてるのもすごい美味しかったです。日本三大名付けってのがあって、よく聞いたことあるのが野沢菜とか高菜って聞いたことあると思うんですけど、野沢菜、高菜、広島菜っていうその3つが日本の漬物菜の三大漬け菜らしいんですよね。で広島菜の特徴としては非常に食感がいいんですよね。他の2つ比較的柔らかいものなんですけども、食感を楽しむような漬物なんです。ガンス美味しい。ガンスですかね。広島人はみんな言いますんで、ガンスが一番。僕は毎週頼んでます。必ず。広島の呉の方が発祥なんですけど、あっちの見たからすり身をメレンゲ状にして玉ねぎとか香辛料と一緒に練り合わせて練り物をパン粉をつけて作って入れてるものなんですけど、もう下味ついてるんでこのまま食べてもらっても大丈夫ですし、七味マヨをちょこっとつけてお好みで食べてもらう非常にお酒になります。はい、小イワシの天ぷら。お待たせ。待ってました。美味しいやつ。小イワシってね、うちの言い方だと肩口イワシ。広島名物。人気選手です。今がちょうどねシーズン。監督カード。そうなんです。で、小イワシ広島じゃないと食べれるんですよ。あれが置いてあるんで、すごい。日の一番に小イワシ頼んで。これは何ですか？
千字柄です。千字柄。わかりました。何です千字柄と言います。ホルモンの素揚げ。ホルモンが苦手な方でも結構食べやすくて美味しいです。女性にもおすすめな人気がある食べ物なんです。やっぱりね、瀬戸田のレモンがやっぱり一番いいと思うんですけど。レモンサワーがね、本当にちゃんとしたレモンで、普通のこの辺のスーパーで売ってるのは違う、まあ広島のね独特のその土地っていうか育ちやすい土地があってそこで育てたものなんですよ。私はこの八朔もすごく美味しい。八朔サワーが美味しい。柑橘系は結構広島取れる。八朔とレモンが有名なんで。1994年に、広島出身のオーナーの森口というものがですね東京に出てきまして、そこで創業したのが初め、今から30年前なんですけど、だいぶ前で、神田では今一番歴史のある広島お好み焼きですね。はい、東京で、自分の力を試したいということで、一旗あげようみたいな野心があって、で、東京に出てきたんですけども、何やるかって時にやっぱり広島で育った人なんで、何か広島にこう関わりのあるもので何かって時に広島の人からとってみると、広島のお好み焼きっていうのは本当身近なもので、家でも実際作ってたりするんですけれども、そういう昔ながらの味っていうのを、当時全然東京では広島お好み焼きっていうのは知られてなかったので、そういうのをちょっと広めていきたいみたいな思いもあって。アメリカの造語で田舎者が都会に出てきて一肌あげるっていうのを、それがビッグピックっていうみたいで、一肌あげてやるぞっていう思いがあって、ビッグピック、はい、使うっていうの。時代の流れとともに認知度も上がってきて、で今実際、30年経って神田っていうのはお好み焼き屋さんが多い状態で、やっと時代が追いついたそんなことはないですけどねはい、もうやっぱり広島出身の人は広島故郷を思い出す憩いの場であってほしいっていうのと、あとは、当時今でこそね広島お好み焼きとかはだいぶ知られてますけれども、東京で広島お好み焼き知らない人に知ってもらいたい、でさらに広島の素晴らしさを知ってもらいたいみたいな思いで、それは今も継承してるんですけども、早朝に確認されてる広島県の方々がやっぱりいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そういうお客様の憩いの場になり続けてほしいなって思いはあるんで、そういう思いは今も部下に使い続けてます。でも初めて来たのが多分25年ぐらい前かも。来たのが48年前ぐらい。50年ぐらい前ね。私ラフテーがめっちゃ好きで、毎回頼んでるぐらい。家庭で食べてそうな料理だね。なんかしっくりきますね。なんか安心できる味だなと思って頼みますね。安心したいんだよ。
曜日や火曜。おふくろは石垣島出身。お弁当とかにも入ってたし。40何年やってるとね、もうやっぱり親子3代で来てくれたりとか、そういう人が来て懐かしいってやっぱ変わってたら寂しいじゃないですか。だからそういう意味でもあんま帰れない。よろしくお願いします。はい、メンソレイ。メンソレあれよ、お待たせしました。お待たせしました二平デビル。二平デビルまた野菜。また野菜これはね、島らっきょうって言って沖縄から泥付きの状態で来るんですけど、この先と尻尾を切って、で今薄皮を一枚一枚剥いてですね、結構数があるんで大変なんです。でこれを沖縄の塩で揉んでこうしなしなしてきたら、冷蔵庫で23日置いた方がね美味しいですね。7割方沖縄から物寄せてるんですけど、その塩焼けだったり、まあゴーヤ切ったりとか、なんかもうあらゆるものは仕込み。はいメンソレイ、メンソレイで朝5時までやってるんで、営業しながらどんどん仕込んでいく。これがダチビン。瓶を炊く水筒みたいな感じで、沖縄暑いんで昼間は仕事をあんましないですよ。で朝方野良仕事をして、はい、で暑い昼間はちょっと一杯やって休んで、でまた夕方涼しくなったら、はい、また仕事してきたし、お酒でもその水でもね、今はもうちょっと飾りになってますけど、うちではこれで青森出して60個ぐらいね考えたらしいんですよ、名前で。で最終的にその中から選ぶって言って、そしたらおふくろがふっと「あ、ダチビンっていうのもあるね」っつってそれになったらしい。だから60個考えたんだけど、それじゃなくて、で今思えばすごいそういうネーミングセンスがすごいな。やっぱね、チラさんとかが流行るまではゴーヤもいちいち全部説明してたし、で物もなかなか入らなかったですよね。うちなんかゴーヤは苦い方が出るんで、そのまんまあんま苦味消したりしない。今のゴーヤそのものがもうだんだん苦くなくなってくる。男性で使う三枚肉なんかも皮付きじゃないと美味しくないんですよ。皮と脂身とその赤身、これで三枚肉って本当は言うんですけど、こっちのはもう皮引いてあるので、やっぱ沖縄のねやつは皮まで煮て味が出るので。
今日はね、誕生日なんです。だから、そうなんです。だからね、お祝いでみんなで来たんです。でも初めて来たのが多分25年ぐらい前かも。中野に住んでたので、その時に。めっちゃ美味しい。ケンちゃんなんか48年前ぐらい。50年ぐらい前ね。食べれないですよね。イカスミ焼きそば。はい。うまそう。今日で3回目で友達と一緒に今日は初めて来ました。なんか結構名前が独特なんですけど、頼んでみると結構馴染みがあるやつが出てきたりとか、結構やっぱお料理美味しくて、私ラフテーがめっちゃ好きで毎回頼んでるぐらい大好きです。あとシークワーサーのソーダも美味しそう。油乗ってて、ルートビアよ。はいねそれ。それ。うち特徴はもう本当に沖縄でいつも食べるようなチャンプルーだとか、あと豚の角煮だとか、おふくろの味っていうか家庭料理中心に作ってます。食べれるよ。ゴーヤチャンプルーでお願いします。家庭料理だから正解はないっていうか、逆に言ったらチャンプルーだったら何入れてもチャンプルーなんですけど、豚肉はこま肉を使って最初豆腐をゆっくり時間かけてきつね色になって炒めてから肉野菜で入れてこの日骨入れに使ってください。多分家庭で食べてそうな沖縄料理だって、なんかしっくりきますね。なんか沖縄行くとポーク卵食べたくなるんですけど、それここにもあって、なんか安心できる味だなと思って頼みますね。安心したいんだ。安心したいんですよね。冒険したくないんですよ。保守的な感じになっちゃって。40何年やってるとね、もうやっぱり親子3代で来てくれたりとか、そういう人が来て懐かしいってやっぱ変わってたら寂しいじゃないですか。だからそういう意味でもあんま帰れない。やりとりマンカーサミンでおふくろは石垣島出身、お弁当とかにも入ってたし、自分ではそれが当たり前だと思ってたんで何も、不思議にも思わなかったんで、お弁当に入ってると友達が「これ何?」おふくろは16で内地に出てきて女中さんをやりながら
専門学校、服飾の専門学校行ってたんですけど、そこを卒業して服飾の仕事をつこうと思ったら、まだ沖縄っていうとなかなかね仕事つけなかったり、部屋借りれなかったりとか、ちょっと差別的なのもあって、なかなかそういう仕事に就けなくて、それで水商売に入って、でどうせやるならじゃあ東京でやろうっていうことで、その後に上野に出てきて、雇われマダムっていうのを2軒任されてて、でそこに来てる常連さんがお店ね開かないかで、この高円寺がその沖縄のね市場がマチャゴアっていうんですけど、その本店清川の界隈がその沖縄のマチャゴアの感じに似てるんで、ここで店開きたいっていうことで、それが始まります。清川の2階が住まいになってて、で、1階はカウンターだけの店で、僕はねそこの2階で生まれて育ったので、お客さんの喧騒を聞きながら、それが子守歌。親父はいなかったんですよ、そのもう生まれる頃には。だからただ親父代わりも、やってたし、そういう意味で厳しかったかな。じゃあこのダッチ便やるときは居酒屋がねこれから流行るはずだし、それで居酒屋、沖縄居酒屋って、うちが開いた当時はまだね沖縄復帰前で、沖縄料理っていうかそういうお店がねもう都内も数少なかったですよね。最初は沖縄そばと全国焼酎、まだその時はね焼酎がもう数えるほどしかなかったんで、九州とあと沖縄の青森とか、それぐらいしかなかったんですよね、種類が。安くたくさん酔える酒っていうか、そういう認識だったんだけど、その後サワーブームっていうのが来て、でだんだん芋焼酎とかね、そういうので火がついて、沖縄料理だったり焼酎ブームだったりっていうのも割と先駆者ですかね、おふくろはね。あれそれ一個下の妹が亡くなっちゃって、16の時で、俺高校2年生だったんだけど、もうスパッとやめて、でいきなりこっちに入りました。あまりにも急だったんでね、あんま考える暇もなく。おふくろは俺が稼ぐからね、もうゆっくりしなよって言ったんだけど、仕事ばっかりしてた人なんで、なんつうの、もう仕事が趣味みたいな。最後はね、沖縄店も終盤は作って、で沖縄に暮らしてましたね。僕もあんまり毎日顔合わすと喧嘩ばっかりなんで、ちょっとお互い距離を置いて、一番でも置かなかったけど一番感謝してるしね。なんかの時はやっぱおふくろが見てるだろうなって感じながら言いますけどね。僕は2代目ですけど、3代目とか続いてくれるんであれば永遠に。今週1ででも本店清川では3番目の娘と一緒にやってますけどね、2人です。っていうのもあるから、
ごめんね。ぜひぜひぜひ。でもね、高円寺っていう場所でできたっていうのが大きいかな。地元の人、沖縄の人ばっかりじゃなくて、地元の人ももちろんね、相手にしたり。町の行事とか、そういうみこしもやったりとか、みんなで活動ですけど、そういうのでずっとやってきたんですかね。料理やお酒だけじゃなくて、いろんな文化があるので、うちでライブやったり、空手だったり三振だったり、そういう教室もやったり、ただ飲み食いするだけじゃなくて、いろんな感じで沖縄を味わってもらえたら一番いいな。こう回ってください。レバーが来れば大丈夫です。大丈夫ですね。はいそうだね。はい、いらっしゃいませ。どこ座ろうかな。一旦こっちいい？そうだね。すぐ来るかな。こう回ってください。最後入れるもの。それどっちだよね。はい。霧島の方から取り寄せていて、お店始める前から。もう霧島の方にドライブに親とかと行ったら、もう今日霧島来たからあそこの鳥買って帰ろうよ、あそこのめっちゃ美味しいからみたいな、その鶏刺しをやっぱり使ってます。ずっと私はここのがちょっと噛み応えがあって味が濃いので、それがすごい気に入ってます。鹿児島県はもうスーパーでも鶏刺しって普通に売ってるんですけども、めちゃくちゃ厳しい基準があるんです。なので鹿児島県から東京とかに来たらまず鶏刺し探す、どこで食べれるかなって感じで検索して、アルバイトの方も鶏刺し食べたいかなっていう感じで応募してくれる人が結構今までも。2020年。はい、じゃあ涼介さんできたよ。聞いてないね。聞いてると思う。聞いてる方？聞いてる方？聞いてる。めっちゃお湯みたいな感じだ。鶏刺しのこれ2つください。厳密に言うと。結局は誰もわかんないからね。なのでコンセント拾ってっていろんな醤油の会社ありますけど、金を使ってます。甘いです。これは鶏刺しバッチシ、肉刺しに合うって感じですね。熊本の馬刺しも結構甘いです。大学が鹿児島で、鶏刺しあんま食べれる場所が東京ないので、東京で初めて鶏刺し食べました。結構懐かしい気持ちにはなったかもしれないです。レバーください。これは塩レバーといって鶏刺しとこのレバー、茹でたレバーがうちは2トップで人気です。これを低温で茹でるんですけど、今日450です。
鶏肉専門店で買ってきてます。鮮度がいい。塩 20g 入れてるだけで、生姜とネギとニンニクだけで 20g です。鶏の生産って鹿児島と宮崎と岩手、その3つでほとんどなんですよ。もう 90% ぐらい全国で食べてる鶏なので、鶏はいろんな食べ方します。ありがとうございます。じゃあ次、この砂肝茹でますね。まあ、砂肝私お弁当にもよく入ってました。ニンニク上手につけて、もうパッと炒めてご飯もりもり食べてました。はい、出た。お待ちどうさま。はい、どうぞ。これ一回下げていいですか。はい。塩味がついてます。そうなんですか。じゃあ。じゃあ。5万ドルぐらい5万ドルぐらい受け叩かないと。あ、それ撮影さ。そうしよう。これめったにないと思います。らっきょう炒めるの。らっきょう。うん、なんかね、東京の人はらっきょうをね、漬物だと思いすぎる。生が美味しいんですよ。食べます？やばい、ガリガリ。でも美味しいね。美味しいです。生でスライスして酢味噌で和えたり、塩昆布で和えたり、梅干しで和えたり、生美味しいです。食べさせたい、食べさせたい、食べて。エシャレットみたいな感じ。で、これ天ぷらとか炒めるとちょっと今度はとろっとします。塩振ってるだけでも何の味でもなるんで。ちょっとこのぐらい簡単に塩とお醤油ぐらいで食べたら美味しいと思います。休みがあって自分たちに海外から今日までいる鹿児島のこれが一番美味しいんですよ。マジでこれしか美味しくないここのブランドが一番美味しいです。本当にそのまま食べたらもう全然美味しいんですけど、ご飯にのせて、私は卵かけご飯子供の時からずっとやってました。これ生臭さもなくてすごい美味しいです。あんまり置いてないですね。鹿児島のアンテナショップとかしか置いてなくて、うちでも売ってますけど、枕崎鰹節を日本で一番ぐらい作る鰹節の産地なんですけど、その鰹節でもう捨てる魚のホルモン、お腹の内臓の塩辛です。捨てるところの塩辛なんですけど、豆腐に乗っけたりお茶漬けにしたり大根おろしに乗せたりしますけど、うちではスパゲティ人気です。ごめん、カツラさんとか見ててね。オーダーとかそちらお願いします。スパゲティマジでだってその人気あります。もうダントツ出る鶏刺し塩レバーカルボナーラ、これが3つダントツです。でこれ美味しいって思ってて、バイトしてた居酒屋の店長さんに鹿児島帰ってたからお土産って言ったら、おおこれマジでうまいよな、和製アンチョビだよな、スパゲッティマジうまいわって言ってたんですよ。あ、そっか和製アンチョビかって、その時まだ20代だったんですよ。それすごいって思ってすぐ真似して作って、ポン酢入れて混ぜな。アプリーズうまい。こんなと思ってる。少なかった。それでもあ、もう作んない、全部炒め物にしてる。混ぜてここに落ちない真ん中にこう高くちょっと引いて、そうなんだ。東京も意識してますもんね。揃えるところの。みんな応援してる。うちが取れるんじゃないの？ね、こっちは青さ入り。だからヤフネ書いてるからさ、はい、ダブルライでも7時から出れるとか言われて、さっきまで大幅になってたので。
風飾ると楽しくなります。鹿児島縁もゆかりもなかったんですけど、そう鹿児島料理って食べてすごく美味しくて、興味を持ち始めて、鹿児島知らなくて、それでついに鹿児島に旅行にも来たことがあるんですけど、心のなんかビタミンみたいな感じ。お元気じゃないですか。なんか圧にやられないかなとか思いながら来るんですけど、3夜早く出てお店出ると、元気になった気がするみたいな。全部おすすめ。さつま汁。でもまあ。さつま汁はなんか豚汁の鶏肉バージョンみたいな感じで。鹿児島のやつなんですか、さつま汁。さつま汁、さつま汁。さつまの地鶏と、それから麦味噌。で、うちはオリジナルで生姜をたっぷり入れてるんですけど、やっぱ麦味噌が特徴ですかね。はい。麦味噌甘いですから。九州全体麦味噌かもしれないけど、鹿児島は完全に麦味噌ですね。東京の味噌すごいしょっぱい。塩分量全然違うと思います。はい、飲めますみたいな。映ってるって思ってなかった。飲めますよ。で、これ火ついてる？どんどんつけて、根菜ときのこからぶん投げていく。ね、これに入れて測るんだよ。じゃないと作りすぎるから。まあ、慣れてないうちは別にいっぱい味見するから。あとさ、これネギは半分に切るの知ってる？混ぜにくいです。必ず、短く。若いスタッフさんが多いのもなんか理由があるんですか？やっぱり上京してきて急に一人暮らしで何作ろうってなると献立に困る。一生困らない簡単な自宅の料理はできるようになるっていうのを売りにはしてます。大物の包丁の持ち方こうだよ。こんなの切らなくてもかじればいいんだからみたいな感じで料理を教えてる感じですね。もうね、献立困んないですよ、もううちら。料理とかも教えてくださるので、パワフルで刺激的な人。もともとバイトでした。店主であり、ちょっと友達のようであり、お母さんのようであるみたいな。まあ優しく見守ってくれるというよりは、もうなんか、ちょっとだらっとしてたら、こうどんどんなんか早くあれやってこれやってみたいな。でも本当学校では教えてくれない。いや、本当ですよ。そうなんですよ。だってこんな一生懸命いつやってたかなと思ったよね。本当ですよ。初心に帰ればいいけど。本当だよ、必死で。お客さんもスタッフが成長していくのが楽しいみたいな感じで、一緒に楽しく成長できればなっていう。渋いの。はい、いらっしゃいませ。お待ちしてました。いらっしゃいませ。これちょっと同じやつにしちゃう。それちゃう。せっかくだから。鹿児島出身なんですか？薩摩町っていう熊本の方ですかね。地図でいうと左上の山の中に。ここの料理の方が多分美味しいと思う。なんだろうな。でも、鹿児島では日常だったんですけど、鶏の刺身を食べるってもう普通にスーパーで売ってて買ってきて食べるっていうのが当たり前だったんですけど、こっちじゃなかなか食べれなくて、やっぱ鮮度良くないと美味しくないしっていうので。鹿児島料理ってなかなかなんか豚煮たやつとか、そういうイメージだったんですけど、いやいや違いますよっていう感じで、私はある意味ちょっと鹿児島料理ってこんなのあるのこんなのあるのっていうのを知りました。ちえちゃんがシナモンなんだよね。だからちえちゃん。青さはね、今は指宿。その前は黄色とかぬくみで買ってたんですけど、海から温泉がちょろちょろって湧いてるところがあると、ちょっととろみがあったりして。スーパーで買ったりするとこうバサバサパサパサしてるのがそれがなくてちょっととろみがあったり美味しかったりします。あ、すいません、ありがとうございます。すいません。
は豚骨っていう鹿児島の豚の角煮です。鹿児島の角煮はスペアリブなんですよ。味噌に。今ここ骨がついてるの分かんなかった。骨ついてます。沖縄だとバラ肉なので油の層があるんですけど、鹿児島は骨付きあばら、味噌と黒砂糖と焼酎だけで煮ます。鹿児島の代表的な郷土料理ではあります。なんか昔って親戚とにかくドバッと兄弟も多いからもういとこが15人いたりとかお正月とかお盆とかもう絶対今週はおばあちゃん家でみんなで集まるってそういう時はもう必ずこんな大きい鍋でドカッと作って今でも田舎の方で大勢でお盆とか集まって食べるとこは作ってると思います。だからみんなおばあちゃんの味みたいなイメージですかね。はい。もうちょっとかな。なんかね、チョコレートっぽくなるぐらいまでっていう風にみんなで言ってます。ここにさ、なんか安く書いてて、うちのお母さんとこれ送ってたわけ。そしたら道間違えてるって言ったら金があって、お金があるって言ったらその電話でした。お店やってるんですって言ったら、本当にすごい来ちゃった。地産地消じゃないけど、その土地にあった食べ物を食べた方がいいとは思ってるけど、でもだんだん時代遅れかも。なくならないといいですけどね。なんかやっぱり難しいかも。これから豚味噌も作るけど、豚味噌とかもう鹿児島県民も普通にスーパーで瓶詰めで買って食べるようになってるから、食べるけど作らないっていうのが増えちゃいました。並んだ方がおにぎりの中に入れたりとか、うちはきゅうりにつけたりしてる。上下味噌。豚味噌はうちの母のレシピですね。ちなみにこれ私味噌作った。この間作りました。鹿児島に帰った時に麦味噌を自分で作りました。これも使います。でこれマチルダ読めます？これ私の姪っ子の赤ちゃんの名前つけたのお味噌の名前にマチルダです。シアトルに住んでます。じゃあそこで一回混ぜる。よく混ぜて。田舎の方の人はものすごく甘く作ります。私はそうでもないけど、でも多分東京の子たちよりはすごく甘く作る。そろそろいいかもね。はい、じゃあ最終的に火を止めて味見しましょう。よろしく、鹿児島の方でこの間初めていらしたんですけど、中学一緒でした。すごっ。世界狭い。そんなことあるんだ。後輩。吉祥寺で鹿児島料理を食べれるっていうのを見て、次今度休みがあったら行ってみようと思って先週行ったんですよ、一人で。でママさんと会って実は私鹿児島なんですよって言ったらママさんが私どこ出身ねって言われて吉野私も吉野みたいな。それで偶然同じ私東京出てきて鹿児島で会う人は初めてでそれが同じ中学の先輩だったんです。それがすごい衝撃で鹿児島で飲んでた焼酎まあこれ御嶽なんですけど東京に出てきて 2,3 回ぐらい飲みに出たんですけど置いてなくてそしたらここに置いてあったんですごいやっぱり御嶽が美味しくてもう通おうかなと思って先週来て今日来ました。玉ねぎ梅干しです。はい。
さつま揚げ屋さんももう星の数ほどあって、自分のお気に入りのさつま揚げ屋さんがあるんですけど、私のは室味を中心に、あとその日の朝取れた雑魚と一緒に混ぜて練り合わせたものを鹿児島から取り寄せてます。東京に初めて来たの35年ぐらい前ですけど、さつま揚げってこんな平べったいのが来て、切って生姜醤油で食べるみたいなで、これさつま揚げってちょっとこれどういうことって思ったんですけど、まあ、鹿児島は本当に棒天とかちっちゃいコロコロしたやつです。思い出した。ちょっと思い出した。例えばなんだけど、さつま揚げ鹿児島県民は言わないです。つけ揚げ。なんか油につけてあげるみたいな感じで、つけ揚げって言うんですよ。つっき揚げとか。さつま揚げが東京に来た時に薩摩から来たからさつま揚げ。私たちはさつま揚げって言わないです。つけ揚げ。甘いものがなかった時代にやっぱり甘いものがごちそうっていうのがあるし、甘いものって多分脳が覚醒するような気がするので、みかんの皮とごまと鷹の爪、酸味です。これはなんかもう50年ぐらい前に薩摩町っていうところで町おこし、村おこしみたいな感じで作って、それがもう今ずっとつながってて、地元でずっとそれこそ学んでるじゃないですか。鹿児島県民が東京に来て食べたいのにないなって探してるお菓子、みんなが大好きなお菓子、豆菓子ですよ。真ん中にピーナッツが入ってて、鹿児島ピーナッツも産地です。かなり。そうなんです。はい。宝は鹿児島に帰って毎年つけてます。お花で出す1年分だからもう高菜60束ぐらいつけるんです。大量につけます。母親のですね、完全にぬかでつけるのは割とうちの母はオリジナルに近くて、鹿児島とか九州全体が青い高菜でちょっと漬物したりすると思います。そうなんですね。そうなんかね、全然知らなかった。そうなんだ。ダイヤメは焼酎ですけど、ライチの香りがするんですよ。ライチってフルーティーな香りがする珍しいよね。芋焼酎って珍しいですけど、今まで芋焼酎でこういうのがなかったので、そう美味しいですね。僕は芋臭い方がいいです。芋臭いのも好きだけど、ちょっとこれも美味しいです。何でもいいわけじゃない。匂いだけ。あ、もちろん飲んでいいよ。よかったね。あ、これは飲める。芋焼酎はダメなの。芋焼酎全く飲めない。そうなんだ。飲んだ。ダイヤメって言うんです。ダイヤメ。ちょっとメモして。ドリンク頼んでもいい？頼もうかな。これ黒いさ、水あり。大口のお酒です。芋臭いんですけど、でも後味すっきりみたいな感じですね。地元の人たちってみんな地元の焼酎しか飲まない。だから大口の人は大口の焼酎の近い地域の焼酎に多分味が慣れてる、舌が慣れてる。ありがとうございます。注文したものは食べましょうね。ルリカケス、これはね、黒糖なんですよ。サトウキビ。ちなみにルリカケスって鹿児島の県庁です。あ、そうなんです。県の鳥。みんなルリカケスは知ってるんですよ。みんなできますんで。じゃあね。ありがとうございます。はい、気をつけて降りてください。ありがとうございます。じゃあまた。はい。ありがとうございました。気をつけて。ここをすぐ閉めないとバイ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 でって落ちちゃうんですよ。あ、危ないですね。だから閉めます。最後入れるもの。味噌も手作り。年に2回ぐらい味噌作って、らっきょうの季節はらっきょうを
漬け込んで梅干し梅取ってとかそういう風に昔の感じをそのままだったので、ちょっと東京に来た時になんかあれ買ったものとかそんな美味しくないなってちょっと最初思って、大学4年間楽しかったですけど、その後一応会社員もやって、でちょっとだんだんあれなんかうちの母親の料理毎日東京で食べられないかなみたいな。そうすると母親ちょっとお母さんの料理美味しいからみんなに食べてもらいたいみたいな風に母に話して、野菜も送ってくれる、味噌も送ってくれる、漬物もつけて送ってくれるみたいな感じで最初スタートして、一人で行けるようなご飯とお味噌汁、おひたしが食べられるようなそういうお店が欲しいなと思ってで始めました。だから一人暮らしの女性とかは今めっちゃ多いです、来てくれるの。お花はね、ハワイ語で家族という意味です。だからこう家族経営みたいな感じで、姉はこうハワイでインターネット経営やってもらって、私が現場で野菜とか味噌とか作るのが鹿児島の母みたいな感じで、最初その東京と鹿児島とハワイと離れてるけど一緒に会社作って仕事やろうかっていうのでスタートしました。お客さんの子供です。あ、そうなんですか。本当に3月まで2年勤めてた子も私の大学の友達夫婦の息子2年いた。だから小学校の時からご飯食べに来てたんですよ。いずれあれじゃないですか、今度は孫が来るみたいです。いや本当そうだよね。あんたの子供雇ってあげるよ。いいの？いいよ。20周年のパーティーをしたんです。130何人でやりました。やりました。その時に入り口のところでお迎えしたのがこの爆笑した店主の等身大パネル。一人じゃ賄えなかったから。ただ今この小さいお店ではうざすぎるんで、私一人で普段は畳んでおります。20周年、次は30周年で騒ぎますね。はい。まあいろんな人のおかげで店は続けられますね。もうね、ラブでございます。それで鹿児島今度行ってみたいなって思ってもらえれば一番かなって思ってます。よく知ってて、それでここを管理させていただいてるってことで。そうなんですか。でもよく使って、お昼も来てます。全く一緒。もう全部一緒です。こっちの美味しいかもわからない。それで完成ですね。はい。これ中国おすすめ。多分その他のものじゃあまずいことでいっちゃってしまってみたいな。23ってのはもっといいってことで、まあいいっていう。支度に生1そうですね。結構まああるあるの反応としてはまずあったかいんだ。普通に冷たいそうだなと思うんですけど、このまま食べると焼きそばだと思ってたらつけ麺でした。まあそのつけつゆがあったかいっていう。まああとはその瓦に乗ってるだけかと思ってたら瓦自体も熱い。まあそういうリアクションはありますね。それがもう1台じゃあ太麺をおすすめされて太麺食べてるんですけど、パリパ
美味しいね。これ山口県の製麺所さんから取り寄せてるんですけども、抹茶が練り込んである茶そばですと。多分茶そばじゃないもので出すと偽物だって言われかねないで、内側は細麺と太麺って2種類お出ししてるんですけども、こちらは太麺の方、細い方がよりパリパリになりますね。こういうところも香ばしい香りがするので、そこも含めてこのハーモニーが面白いですよね。なんかレモン入れた香りね。レモンがやっぱ効いてる。レモンはぜひ入れてほしいです。香りとかもう酸味をもろに出してもらうっていう形で、一番上からもうついにボトンと落としちゃうのをおすすめしてます。全部美味しかったです。あと日本酒も私たちに結局何種類なんだ？8種類ぐらい飲んでる。ああ、美味しい。めちゃめちゃ美味しい。こんなに。ね。すみません。今日メニューの半分以上は山口県産品を使っていて、で、あとはそのおつまみにと一緒にお酒をご提案して、それが山口県の地酒。日本酒が有名なので、有名というか一番多いので銘柄として。これ終わってるよね。後押しになりますと、削りかまぼこになりますね。かまぼこ削ったものです。種買ってますね、そのままです。ただ練り物が特産なので、私の場合は宇部出身というのもあって、宇部釜さんっていう宇部のかまぼこの会社さんとお取引してますけども、もう本当練り物は本当にいろんな会社あるので、山口県内だけで。気をつけた方がいいですけど、そういう素質があるんじゃなくて、一番そのパブリックイメージ強いのはやっぱフグですよね。山口県といえばフグ。トラフグのイメージが強いのが、他にもフグって何種類かあって、そのサバフグっていう小ぶりのフグ、フグっていう中ぐらいのフグがあったりするんですけど、比較的なんていうの、一般の人でも手が届きやすい価格で提供できるフグっていうのがあるわけで、そういうところを中心に出して山口県の食材、県産品ですよね、を東京で消費してもらうっていうのは一つのそのミッションとして。バターと塩コショウでついてるんですよ。まずこの瓦は日本三大瓦産地ってあるんですけども、その3つのうちの1つの島根県の石州瓦っていうところ、その中の1つの窯がこういう商品を作ってるっていう形です。なんで、屋根瓦普通に熱しちゃうとあっという間に割れちゃうんで、200度300度になっても耐えられるような、言ってしまえば瓦そば専用の瓦っていう形なんです。だからこうやって感じで取っていく感じですね。ちょっとこれ熱いんで気をつけてください。土なんで熱しにくいんですけど冷めにくいですよね。だから熱々の状態でお客さんに食べてもらいながら下がってきた頃には我々がちゃんと筆で洗えるようになってるっていう形ですね。でも多分風味出ると思いますね、やっぱり。私はもう大好きです。私4人兄弟なんですけど、みんな好きですよ、うちは。今日晩飯何にする？カレー、カツ丼、瓦そば。茹でるときはホットプレートなんです
基本父親がいる時にしかやらなかったと思うんで、週末かな、あとは、もうちょっとそれこそ高校生とか大学生の頃、友達を家に呼ぶ時とかで、親がこう振る舞う料理の一つではあります。決まった味みたいなのはあまりないないですね。それぞれのお店、飲食店の瓦そばの味があるでしょうし、それぞれのご家庭の味があると思います。で、瓦からこう白煙が上がってこれいい感じだな。別に肉が一応牛肉使ってますけど、豚肉でも問題はないと思う。小ネギみたいな刻んでやってますけど、あれがなんか別に白髪ネギでもいいと思うんですけど、ただレモンだけは外せない気がします。10月からその元々のそのエピソードとしては西南戦争とか、そういうところに遡るらしくて、野草を落ちてる瓦で焼いて食べたみたいな、それを知った山口県の方がじゃあそば焼いて食べてみよう、それがその始まりとされている。なので下関なので、ほんと福岡の方とか馴染みありますけど、逆に山口県の中でも広島寄りの柳井とか岩国とかあっちの方の人は意外と馴染みなかったりする。こっちはかつおだしベースのおだし。山口はちょっと今メインで食べてるんですけど、なんか甘いですよね。そこにレモン入ってるので、なんかこういう食べ方は新鮮で。まだ火は入ってない。火入ってない。これみりんしか入ってないですね。でこれからちょっとアルコールを飛ばすのに火にかけます。秘伝のみりん以外の何もがこうブレンドされてますね。どれぐらいの頻度というか、週に1回ですね。そうですね、長州、萩和とかこの辺のがいいかもしれない。この醤油自体かなり甘いので、とろみがあると砂糖は入れずにみりんの甘さだけで調整してますけど。どうですかね、80度ぐらい、その沸騰する前のまで一回加熱はしちゃいますね。オーソドックスですね。甘い醤油で作ってるっていうのが最大の特徴ですよね。出来上がって寝かせた方が角が取れるっていうふうに言われてるので、もともとまろやかな醤油ではありますけど、一応1週間ぐらいは寝かしてっていうような形をやってますね。先週仕込んだ醤油ですね。1週間寝かしたもの。はい。みりんとかも入った分よりとろみやすいと思います。こっちがかつおだしベースのおだし。
趣味ですよ。もちろんもう老後の趣味でただ自宅に窯を作って伸ばして曲げるだけだから簡単だよとか言って創業は2016年なので、8年前ぐらいです。それまでは普通に会社員でIT の仕事してたんですけど、大学卒業して IT の仕事をして8年半、今蕎麦屋やって8年ぐらいなので、今ちょうど半々ぐらいです。もともと就職する前から学生時代からいつか瓦蕎麦屋をやりたいなっていうのがあったので、親父が作った瓦蕎麦しか食べたことないんですよ。外であそこのお店の瓦蕎麦美味しいとかいうふうに思って瓦蕎麦を始めたわけじゃなくて、父親が家で作ってくれた瓦蕎麦を、東京で出そうみたいな。私別に料理人とか職人とかではなくて、どっちかというとビジネスマンなんで、マーケットがちゃんとあるとか、それが受け入れられるとか、ちゃんとビジネスって成立するだろうという仮説を検証していくっていうプロセスが、経営者として楽しい。私の仕事のやりがいみたいなところはそこにあります。山口の人が他県の人を連れてくるんですよね。なんで一定数山口県の人がいて、うちの地元こういう B 級グルメあってとか、こういうソウルフードがあってぜひ食べてみてよって言って、紹介してくれたり連れてきてくれたり、これが東京離れると一気に山口県民率下がるはずなんで、東京だからできてる可能性はあります。太めの方が布教したいじゃないですけど、私は美味しいと思ってるので、この美味しい料理をいろんな人に食べてほしいなっていうのはあります。ここから食べるようになって美味しい。餃子のあんこです。キャベツと万能ネギとニラと、あと黒いのがキクラゲです。あとニンニク、玉ねぎ、ニンニクの匂いが強めですね。他の餃子屋さんと違うところはこのキクラゲがちょっと九州のラーメンとかよく入ってますよね。食べた時の食感がちょっと歯ごたえがある。
よそよりもうちの皮はカリッと揚がるように分厚いですね。1500ぐらい。2000個行く日もあるんですね。はい、行きます。いや、昔はね、3000個ぐらい出てたけど、匂いの関係かな、ニンニクの匂いが。だから、金土日はちょっと多いし。うちの包み方は3回で、3回で止める。ひだがもっと入ってますよね。よその餃子屋さん、博多の屋台の時からの、作り方で。博多は一口餃子が多いですね。東京来てからもうみんなこんな大きいのが3個ぐらい出てくるでしょ、2個から3個。びっくりしない。元祖は北九州です。博多の野菜の鉄鍋はその北九州で修行された方が博多で屋台で始められて、それが博多鉄鍋餃子の始まり。50年前、50年以上になりますかね。鉄鍋焼いて、そのまま裏返しにして、お客さんに熱々の出来上がりのお豆腐と一緒にお客さんのところに持っていくところが鉄鍋の一番いいところです。これはもう開店の時からのずっと同じ鍋の鉄鍋のすき焼き鍋もみんなでつつくように食べるでしょう。だからこの鉄鍋餃子をみんなでつつくように熱々を食べれるように。店名仲良しっていう名前はなんで仲良しにしたんですか？仲良しは私の名前から中島よしおで仲良しみんなでつつくように仲良しで食べれるように。プライベートとあとテレビ関係で見えた時とかX のひでちゃんが近くに住んでたんでプライベートのそれでちょこちょこ来てくれて。
3人前です。福岡で食べるより美味しい。福岡に行っても鉄鍋はここで食べようと思って福岡で食べないでここで食べます。いつも通り皮がちょっと甘くて、あとキクラゲが入ってるのが好きなので。はい、お二人。餃子は何枚いきましょうか。とりあえず3人前です。はい。ハイボールありますか。はい。ハイボール。はい、僕ハイボール。じゃあ生でもらっていいですか。生ビール。はい、わかりました。3人前です。3人前。
野菜が多い。美味しい。僕今日初めてです。でも家の近くの近所の人にここがうまい、ここ美味しいよって。見た目以上に軽くて味がなんかいくつでも食える感じがするのですごく美味しいです。なんでまあ追加しても頼むんですけど、野菜が強いのかな、なんだろう、肉しいというよりはお野菜の味が美味しいから、そっち側で食べやすいのかもしれない。別のお店では食べたことあります。でもそこだとやっぱ脂っこいんでそんなに量食えないんです。でもここはやっぱ食べやすい。お酒合います。お酒はやばいです。食べると飲みますって感じです。ちょっと酒泥棒な気がします。3人前。はい。餃子3人前と3人前。はい、ありがとうございます。すごい。久々に食べてね、すごい美味しかった。もう今3人前を3回目のおかわりをしてる感じ。それぐらい美味しい。そう、お野菜のね、食べやすいですね。あと一口だから何個もこう運べちゃう。ピースとジンジャーエールと餃子3人前。はい。4名で12人前。12人前。はい、お願いします。はい、何時頃何人前で。はい、どうもありがとうございます。博多長ナスって長い。はい、いらっしゃいませ。あれ博多のナス。ちょっと甘めのだし。醤油だけやね。
り合わせ2つと2枚。2枚と、あと明太茶漬けは1つ。福岡のうどんとかがよく有名で、うどんの出汁に似たようなあっさり昆布出汁の色が濃いよね。関東のね。ありがとうございます。おでんもね、おでんも美味しかった。いい出汁が出ててね。大根も分厚いのにすっごい柔らかい。そうなんですね。中学時代ぐらいから知り合いの方が屋台してあったので、その頃からもう手伝いながら、博多3軒あって全部親戚同士なんですよ。鉄鍋という屋号で3軒ともよく小さい時から遊び行ったり一緒に遊び行ったり、熱々で衝撃的な感じ。単身赴任でお客さんが多かったんですよ。東京に出してくれとかいろいろ言われて、鉄鍋餃子は美味しいから東京でもみんな来てくれると思って、それで私が東京に昭和63年かな、店出して、青梅街道で車がいっぱい通るようになって、看板に博多鉄鍋って書いてて看板出してたから、お客さんがそれを見て福岡で食べてる人が、だから大きい通り沿いだったら大丈夫だと思って、そんな甘くないですね。最初は1日何人かでも看板見た人がよく来てくれたり、九州の人が来たり、だんだん足腰が衰えてきました。腰が痛い時が一番辛い時。若い時来てあった方が子供連れてきたりね、そういうのが一番、楽しみですね。いつまでやっていきたいとかそういうのってあったりします体が動くまではい、ありがとう。
福島にはもっと魅力がたくさんある、それをもっと東京で広められたらいいな。うちの店の看板商品、伊達鶏のステーキの形を整えて小分けにしてます。伊達鶏はジューシーで、ほんで味がしっかりあるんで、どんな料理にしてもうまみの主張をしっかりしてくれる。もううちのお店がオープンした時からずっと看板メニューとして使わせていただいてます。福島の郷土料理といったらイカ人参細く切ったスルメイカを醤油で合わせる。福島にのお店をやるってなったらやっぱイカ人参がなかったら始まんないっていう勝手な思いから始めたのとは、やっぱり実家で正月に絶対物心ついた時から食べてたし外せないなって。細かくするんですけど、この中心部の硬い部分を今ちょっと取り除いて、これがあるのとないのとじゃ歯ごたえが全く違う。これを酒に1回つけて人参と合わせて3時間以上漬け込んでるともっと肉厚になるというか、イカが戻ってくるというか、本当にイカと人参だけ。シンプルですね。母親の味。イカ人参を家庭で作ってる家で育った人は人参細かくお母さんとかおばあちゃんが切ってたよねみたいな思い出話が結構共通し、どの料理にも福島のエッセンスを加えられるようにレシピは考えてて、何かしら福島が入ってる。郷土料理に近いものもそうですし、ドレッシングの中に蜂蜜入れたりとかその隠し味の中に福島の要素が入ってるっていうパターンもあります。うち特製のだし醤油作ってるんですけど、だし醤油の中に切り干し大根とか干し椎茸とかそういったのは福島産。震災後にこのお店をオープンする前からつながってる生産者の方々がいるんで、そういった方々の生産物というか作品をうまくこっちでも使って広めていきたいみたいなのがもともとあったんで、いろんなレシピ作るのに足りないものがあれば福島の人に聞いて送ってもらったりとか、福島でこんな美味しいのあるよって言われたら仕入れてそれをメニューにしたりとか、とにかく福島にこだわる、それはもうコンセプトとしてやってます。これは昨日届いた福島県産のセリ。セリはもう根っこまで食べれるんで、このアスパラもセリもそれをくださいって言って送ってもらったわけじゃないという野菜を指定せずに5000円分送ってって言ってで送ってもらった中にあるものを届いてから何の料理にするかなみたいな、届くまで何が来るか分かんない、それをちょっと楽しみながら季節を感じてやってます。逆に言うとなんか指定して季節にない野菜とかを無理に頼むより季節の野菜を送ってもらった方がいいなっていうのがあるんで、昨日届いてこうやって綺麗にしながら何にしようかなみたいなどんな料理にしようかなみたいな。
軽く湯がいて後でホタルイカと合わせます。お通しになります。浪江から仕入れてるしらすを炊きます。しらす干しで送ってもらってるんで、そのまま酒で炊いても塩味がしっかりあるんで、どんな料理にでもこう添えるとアクセントになる。しらす大根にしたりとか、新しいメニューとかに添えていこうかなっていう感じです。福島でもしらすは特に道の駅とか行ったらしらす丼とか結構人気。お米も福島産ってことなんですか？はい、山釣り米です。山釣り町っていうところのお米を使ってます。コシヒカリです。すごく艶があって甘みもあるし、冷めても美味しい。うちで食事されたお客様が山釣り米美味しいねってことで買ってくるお客様いたんですよ。品質のすごいいいお米なんで、自信持ってうちの店では商品にして出してます。よく出るメニューって餃子全体でいうとイカ人参、メヒカリ、餃子、馬刺し、そういうのが結構出るかな。福島県の日本酒って言ったらこれだよねみたいな人気なお酒より結構県内で出回ってるみたいな、都内ではなかなか飲めないよねっていうものをあえて選んでるかもしれないですね。浜中会津ってなんとなくわかります？なんとなく浜通りってこの海側、大体この縦ラインで、中通りってこの緑のこのラインで会津地方、こっち結構日本酒の蔵元多いんですけど、最近はこの中通りでも結構精力的に若手の酒造家さんたちが頑張って人気の日本酒がたくさんできてる。で浜通りでも日本酒作りっていうのは結構精力的にあって、そういったところのお酒をなるべく入れるようにしてます。今回は全体的に会津地方のが多いかもしれないです。進めたいのはこの義兵衛。会津で一番その古いって言われてる蔵元で、酒米の大会とかでも賞を取ってるお酒。店名の腹くっちってどういう？腹くっちは福島弁でお腹いっぱいっていうんです。腹くっち、腹苦しいみたいな。本当にお腹いっぱいの時に使う。お店やるだったらどんな名前がいいかなみたいな、昔からなんとなく考えてて腹くっちっていう名前をローマ字表記したらなんか方言なのにおしゃれに見えるみたいなでも今じゃ福島出身じゃない人もうちの店の名前腹くっち言ってくれるんで腹くっちがなんか広まってる感じで嬉しいですけどはい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。どうしようかな。どうしようかな。でも若い人はみんな美容室こちらお通しです。じゃあ福島県産のセリとホタルイカの柚子胡椒ポン酢汁。ではまずどうもいただきます。飯まあ持ってる前だね。イカ人参は福島名物ですね。高田は寒いので。浜通りっていう海側の名産がメヒカリ
脂も乗ってて美味しいっていうので人気なんですけど、足が速いって言ってなかなかこっちでは出回らなかったんですけど、その冷凍技術みたいなのが発達してこっちでも仕入れられるようになってますね。うちではだいぶ人気商品です。あ、いえいえ、いや全然全然、これはいわき小名浜の本当にあれですね、ソウルフード美味しいの。初めて天日干ししてる。身がコロコロして美味しいですよ。お前2匹食ったんです。お前2匹食った。美味しい。光美味しかったです。美味しかったです。初めて聞きました。もう皆さんバリバリ新潟の方に紹介しようと。なるほどなるほど。前回来たのが喜多方市の職員に紹介されたんです。で来てみて、まあ東京に来てるけどこういう店もあるんだなって思って馬刺しとか食べたらすごく地元に戻った感じがしたんで。で今日予約してきました。どれ食べても美味しい。なんか福島丸ごと詰め込んだみたいないい店だなって。浜通りからね、会津まで。それぞれ美味しいもの。福島は円盤餃子っていうのが中通りの県北地区であって、特徴は野菜多めでたくさん食べれるってで1人前20個とか揚げ焼きをするっていうで丸い形状で盛り付けをするっていうのが福島の円盤餃子の特徴で、うちのお店は餃子の中に伊達鶏を使って手包みで作って出してます。餃子ありますよ。2回目嫌なものから手を動かしたんです。はい。おー、すごい円盤餃子。温かいうちに。円盤餃子も美味しかった。美味しかったですね。餃子がね有名っていうか、そういうの知らなかったです。はい。ほうれん草としいたけが福島で、隠し味がうちの特製のだし醤油使ってるんです。
なので結構うまみがしっかり出る。お願いします。お願いします。青さ豆腐は松川浦の青さ使ってるマルリフーズっていう会社の青さなんですけど、洗浄技術がすごい会社の青さなんで、多分他では見れないぐらい綺麗な色の青さ豆腐に仕上がってると思います。色が綺麗に見えるようにお皿も考えないといけないから大変磯辺揚げの中に使ってる山芋も福島の使ってて、さっきの仕入れた時に入ってるか入ってないかである時とない時あるんではいよー。福島の伊達市発祥じゃないかなっていうか、今出してるあんぽ柿は僕の親戚が作ってるやつなんでだいぶうまいと思います。結構あんぽ柿はスーパーとかでも伊達市のものと並ぶぐらい結構有名なんですけど、その中でも牧場のうまいやつを仕入れてるんで前歯をもうちょっと色違う。前歯差し歯なんですよ。発祥。もう食べました。うまい。ゆっくり甘みがこう出る感じがいいね。あ、ずーっと甘いんだもん。うまい。ジャムだね。ジャム。ビールにも合う。福島フルーツ美味しいですから。確かに。桃が来て、梨が来て、ぶどうとか来てみたいな。
どれが一番美味しかったですか、食べたの。セリシはいいとこだよね。毎年に近いぐらい行ってる。ですか。福島のさっきの喜平と同じ倉本さんが作ってるこの春の今の時期しか飲めないお酒です。そっち側に近い。米どころ。そうそう。あれだな、長いいいっす。甘いのが塩味の濃い手が欲しいな。そうですね。福島の農家さんが作ってる漬物、大根の醤油漬けを刻んで添えてるんですけど、それがねめちゃめちゃうまいんで、うちのとろたく1回食べた人は大体リピート、次来た時に絶対頼む。馬刺しも有名ですね。会津地方、赤身の柔らかさとか味わいが全く別物で、うちは生で仕入れてるんで鮮度を保つためにすごい柔らかいで、食べ方の特徴はニンニクからし味噌っていって辛いお味噌とお醤油で食べる。九州の馬刺しとはそこがちょっと違うかな。かなり大盛りで。はい、こちら会津中将。これは会津中将。濁ってる。あ、そうですね。薄濁りの一応表記は特別純米です。どんな感じですか。どんな感じなんですか。フルーティーとかいいないですかね。まあちょい甘みも甘みが。甘い。大七があるじゃないですか。大七をください。ああ、だいぶ違う。大七大好き。大七はやっぱり熱燗が本当は美味しいんですけど、ガツンとくる感じですか。なんか酒って感じだね。失礼します。おお。日本のガツン系かもしれない。日立病院。おお。辛口って書いてありますね。辛口。クラッカーの上に柿が乗ってたやつ、柿とクリームチーズが乗ってたやつとか、メヒカリどうでした？メヒカリめちゃめちゃうまかった。こんなメヒカリが一番うまかったかな。うまみのある小魚初めて食べた。多分ね、何を食べても何を飲んでも美味しいと思われる。効率化してますね。
ああ、すみません。大丈夫です。晩酒を繰り合わせます。そんなことないでしょ。いやいや、繰り合わせます。何があろうがそうですね。伊達鶏のステーキで美味しそう。伊達きました。ありがとうございます。うまい。すごく油が乗っててうまい。酒もうまい。やっぱこれだ。完全に親の味が原点だと思います。結構身近に郷土料理があるような環境で育ってます。ちょうど29歳の時に東日本大震災があって、当時僕渋谷のレストランのマネージャーをしてて、結構衝撃というかを受けて、福島のために何かやりたいなっていうことで、その翌年会社を辞めて、何も決まらないまま会社を辞めて、福島の復興活動みたいな募金活動とか、外にリアカーがあったと思うんですけど、そのリアカーに果物とか福島の野菜とか乗せて、都内というかこの新宿区エリアをよくリアカーで販売、肌感覚でその風評被害みたいなのを感じながらやってましたね。福島って分かると、じゃあ買わない。福島っていうだけでこんなところに持ってくんだみたいなのを言われたことはありましたね。震災っていうのもありますけど、そもそも福島にはいいものあるって思って、震災前からなんか福島応援したいなってのはずっと学生の時から思ってたんで、そういったことができたらいいなみたいな。なんかなるべく福島全域の食材を東京で発信してとか、まだまだ関わったことないような地域の方とか地域の食材とか、そういったものと出会いたいですし、このお店で出会った人を次はなんか福島に連れて行けるような、福島を改めて知ろうみたいな、そういった動きができたらなんか楽しいなっていう感じで考えてます。3番さん、お進行ご飯あります？お願いします。もっとね、匂いのない肉もあるんですけど、それだとつまんないので、ラムの香りは残りつつ甘みがあってっていうお肉をうちは使ってるんですけど。北海道物産展のやつバイヤーってやつやりました。結構北海道でこういった食事とかいろんなところでジンギスカンの食べる機会多かったんですけど、生でも食えるぐらいの鮮度の良さなんで、いや本当に北海道とかでもに比べても美味しいと思います。本当にマジで。
残念ながら去年の9月に倒れて、でそのまんま亡くなっちゃった感じ。大将が考えたものっていうのはオリジナリティがあるものが多いので、やっぱりその創業者が考えた基本的なものっていうのはずっと引き継いで残していきたいなっていう気持ちはあります。なかなかいい物件がなくて、でたまたまここ紹介されたんですけど、大きい窓ついてるので開放的だし、でいいねってことでここを一発目で決めたんですよね。で、ちょうどこちらの方側だったら西口のこっちの方だったら会社帰りの人とかが多いので、もともとはね会社帰りのねサラリーマンの方とかなんかの憩いの場みたいな感じでカウンターだけの小さい店にしたいっていうのがあったんですよ。だからちょうどいい場所だったし、ちょうどいい物件だったんですよ。オーストラリア産の肩ロースの肉しかうち使ってないんですけど、冷凍ずっとかけてないので、オーストラリアからいい感じで熟成されて持ってきて、でちょうど食べ頃みたいな感じのお肉を使ってます。で現地冷凍のやつとかもう少し安く仕入れができるんですけど、チルドのやつだとちょっと仕入れ値高くなっちゃうんですけどね、その分でも美味しいですよね、やっぱりね。もっとね匂いのない肉もあるんですけど、それだとつまんないのでラムの香りは残りつつ甘みがあってっていうお肉をうちは使ってるんですけど。営業中に使いやすいように1本ずつ空気抜いて袋詰めにして、店をオープンする前に、その当時は東京で羊の肉を扱っている業者さんがほぼなかったんですね。なので向こうに行って小さいフライパン持って肉屋さん回って 100g その場で買って焼かしてもらって、で何軒か回ってここの肉がいいっていうことで見つけてきたところなんですね。でそこの肉屋さんとずっと契約して生でも食べれる肉なので、お客様にね焼いていただく時もレアでは食べられますので、お好みの焼き加減で焼いてくださいってご案内してるんですけど、結構旅行とかでね東京の方が北海道旅行行ってジンギスカン食べた後に匂ってそんなに好きじゃないみたいなね、そういう方とかも多かったと思うんですけど、これだったら東京の方にも受け入れられて、ジンギスカン苦手だと思ってた方も美味しいって言ってくれるんじゃないかって言って話してやってはいましたけどね。本当に自分で言うのもなんですけど、お店作った時はうちのジンギスカンマジでうまいと思ってましたからこれはね、お客さんがねお好みでタレに使う入れてもらう薬味の補充、フライドガーリックと唐辛子です。いらっしゃいませ。夜にしか現れないねと。お肉の方レアでも召し上がれますので、お好みで焼いて召し上がってください。野菜こちらで混ぜますので、そのままで大丈夫です。はい。まず
最初にいらしていただいたらジンギスカンとして食べていただくお肉は人数分の提供させていただくのだけは決まってるんですね。あとはお好きなものを追加で注文していただくっていう感じになります。両津はやってる。両津はやはい、野菜混ぜます。絶対やったことある。俺ら。誰がいいかわかんないから意味なかったかな。はい、じゃあこちらがね、叩きです。本サイズになってます。予約して、やるっていうのは非常に面倒くさい。いけるわ。全然やかんでも。やかんでも全然いけるよ。ちょっと焼いて。あ、すみません。美味しいですね。ありがとうございます。びっくり。ジンギスの匂いがなくてですね、よく羊はマトンとか匂いがあるって言うんですけど、匂いなく美味しくいただけますね。で、赤身でヘルシーで。うまいですね。ありがとうございます。いや、ということ馬肉とか、タンパク質も高いですよ、馬。あ、そうですね。めっちゃうまいですね。羊の肉はね、低カロリーで高タンパク質がいいと思います。やっぱスーパーとか買うと匂いがやっぱ全然いける。ありがとうございます。皆さん言われます。皆さん言われますよ。いや、もうそう言っていただけるのが生きがいでやってますから。毎日聞きたいです。ありがとうございます。お、すげえ。すげえ。すごいね。いやいや。これいいな。すごいですね。なかなかこうブロックでラムを焼くなんてないですよ。北海道物産展ですやつバイヤーってやつやってました。結構北海道でこういった食事とかいろんなところでジンギスカンの食べる機会多かったんですけど、肉も本当美味しいですし、ね、生でも食えるぐらいの鮮度の良さなんで、いや本当に北海道とかでもに比べても美味しいと思います。本当にマジで。大将がちょっと変なやつだったのでそれでスライスするだけじゃなくてうちの肉だったらああいう感じでブロックで出してでサイコロカットしてってやっても美味しいんじゃないかっていうのでズボッと大きい肉ボンと切って出したのが最初なんです。それが結構こう人気が出て。そうするとスライスのサイコロそうですね。つけると分かるだろうなと思って。いいですね。頼りにしてるスタッフで。エモいっていう。エモい。そうそう。お客様がね考えたんです。ちょっとハンバーグ。その当時やってたユッケがあったんですけどね。それで常連さんの方が最初半分ユッケとして食べてでもう半分叩いてって言ってで自分でジンギスカン鍋の上でハンバーグ作って焼いてたんですよ。でそれで大将が結構こう頑固親父系のタイプだったものでお客様に対しては面白い人だったんですけどね勝手に変なことをされると怒り出しちゃう人だったので大将がいない日にそのハンバーグをやってたんですけど、そろそろいいかなと思って大将と私と2人店に立ってる日にその方が来た時に今日もハンバーグやってみるって試しに言ってみたらそうしたら大将がハンバーグいいなってことになってで本格メニュー化になったんです。すごい肉汁だこれ。
2番さんはマスターです。今回はインドを一緒にホテル泊まってトッピングにガーリックバターを選んでいただいた方の場合は少しハンバーグ残していただいたら最後にバターライスができますよっていうご案内です。あとトッピングにタコスソースもあるんですけど、それを選んだ方はタコライスが作れます。はい、お待たせしました。私はガーリックライス食べたんですけど、とってもおこげがあって美味しかったですね。私的には一番最後はタレが残るじゃないですか。でそのタレとほうじ茶割って最後スープかお茶漬けができるんですけど、最後にお茶漬けにして食べるのが私は好きなんです。一番最後は。15個頑張れば本当はね美大志望だったんです私。札幌で1浪してで 2浪目は東京でしようと思って出てきたんですね。2浪目の学費は出してもらえなかったのでこっちでアルバイトをしなくちゃいけないと。でたまたまおばがやっていた仕事っていうのが寮生さんとかに派遣されるコンパニオンだったんですよ。でそれで私もそのアルバイトをやり始めたんですね。でそしたらなんか私絵描いてるよりなんかこう接客業の方が好きかもしれないと思ってでそれでそっちの道に入っていったんですよね。この後ホステスになったわけですよでそれで大将がいるお店に入ったんですよね。大将はその時はねカウンターのチーフだったんです。大将からちょっとラブレターをもらいまして、でそこからお付き合いが始まった感じです。本当はね一番最初はあれだったんですよ。私と2人でするわけじゃなくてジンギスカン屋はね大将のお友達がいたんですけど、その大将と友達が2人で半分ずつ出資して何かやろうかっていう話をしてたらしいんですよね。何の店やろうかなっていうのを決めるのに、私の実家に大将とよく帰ってたので、ジンギスカン屋さんとか食べに行った時にそういえば東京ってジンギスカン屋さんないよねってことで、じゃあジンギスカン屋さんにするかってことになってジンギスカン屋になったんですよ。で店をやることになったんですけど、そのお友達は何しろ飲食店の経験は一切ないので、全部大将と私の方でいろいろタレ作ったりとかで、大将は料理人なので作れるわけですよ。でなんだけどそのジンギスカンのタレ味っていうのは大将東京の人だからいまいちわからないので、大将が作ったタレを私が味見して、でもう少しこういう風にしてもう少しこういう風にしてって言って出来上がったのがこのタレなんですけど、うちが7月オープンだったんですけど、7月のねそうね半年経たないぐらいかなぐらいの時にはってジンギスカンブームだったんですよ。でもうラッキーだったんですよね。でそれでジンギスカンブームになってですごかったですよ。その時はもう階段の下まで並びました、お客さんが。で2人で営業してるのでかなりハードでしたね、こっちねお家でも一緒、店でも一緒になると結構衝突が出てきて結局別れたんですけど、でかえって別れた方がうまくいった感じだったんですけどね。お友達だっていうかパートナーっていう感覚でね、で関係が良くなったんですけど、でそれで10年前ぐらいに大腸がんで倒れて入院して手術して、で手術1回成功したんですけどまた再発して、
っていうのでずっと弱い抗がん剤をやってたんですけど、残念ながら去年の9月に倒れて、でそのまんま亡くなっちゃったんです。肉切れるのがね、その時私しかいなかったので、私結構ね、あの時はね結構平気で柔軟連勤とかして出てましたね。その大将が考えたものっていうのはなんだろうな、オリジナリティがあるものが多いので、それでもうずっとその古くからのお客様なんかも気に入ってずっと注文し続けていただいてるし、やっぱりその創業者が考えた基本的なものっていうのはずっと引き継いで残していきたいなっていう気持ちはあります。はい、はい、3番さん、おしんこおかわりの口。お。あとハンバーグです。はい、じゃあハンバーグ乗せておきます。それで一回合うなら入って、なんか仙台でそれから長さん道と大口のならちょっとっていうのがあったら、今度それも聞きたいですね。今後ね、少しずつ店舗増やしていきたいと思ってるんですけど、例えば店舗がどんどん増えていっても、こう基本的ななんていうんですかね、アットホーム感があって、でもって美味しいものを美味しく提供して、でなおかつ楽しんで食べてってもらう。でまた美味しかったよ、また来るねって言って帰ってもらうっていうのがちょっと頑固親父系でちょっとダメだった方もいっぱいいるんですけど、お客様の中ではね。だけど大将のファンもたくさんいたんです。でそれで、そういうポリシーなんかはずっと引き継いで、今いるスタッフの成功してってもらいたいので、今いるスタッフもリッチになってもらいたいと思うし、そこら辺はずっと守りつつ、ちょっとずつ店舗展開だったりとかはしていきたいなと思ってます。